こんにちは。今回はパートワークベンチの加工機能であるオフセット、シックネス、フィレット、チャンファーを使って背景に表示している箸置きと箸ケースを作ってみます。実際に一つの製品を完成させながらそれぞれの機能を使って解説していきます。今回はすでにある形状に厚みをつけたり角を丸めたり面取りを加えながら形状を仕上げていきます。まずは曲面を使った箸置きを作り、その後シックネスを使って箸ケースを作ってみます。用語の説明はテロップで補足しますが、パートデザインの超初心者向けシリーズをご視聴いただいているとよりスムーズに理解できます。では作っていきましょう。まずは箸置きから作ります。今回は単純な箱型ではなく少し湾曲した形状にしてみます。曲面を使った形状を作るときは最初に断面となる曲線を作ります。ではスケッチアイコンをクリックしてください。 XG 平面に新しいスケッチを作成します。ここではグリッドスナップを使って描きます。背景の通りスパナーアイコンをクリックしてグリッドにスナップをチェックしてください。ここでは3点による楕円をグリッドスナップを使って描きます。座標値がマイナス 40mm、20mm の位置でクリックします。続いて 40mm、20mm の位置でクリックします。最後に原点でクリックします。これで長径 80mm、単径 40mm の楕円が描けました。続いて X 軸と平行になるように G 方向 10mm の位置に補助線を描きます。この補助線を基準に楕円の上部をトリムします。これで楕円の下側の曲線だけが残りました。この曲線を箸置きの断面に使います。この曲線のスケッチをコピーして Y 方向に 18mm 移動します。3D ビューで見るとこのように2本の曲線が並んだ状態になります。この曲線を使って箸置きの曲面を作ります。曲線を選択してルールドサーフェイスを実行します。これで2本の曲線の間をつないだ曲面が作成されました。ルールドサーフェイスは閉じた線になっていなくても選択した2本の曲線同士を直線で結んで曲面を作る機能です。では曲面の形状を立体にしていきます。今回使うのがオフセットです。オフセットは面や形状を一定の距離だけずらして新しい形状を作る機能です。細かい説明は省きますが、面が逆方向にオフセットした場合は数値をマイナスにしてください。曲線の向きによってオフセットされる方向が反転することがあります。今回はこの曲面に厚みを持たせて箸置きの本体にします。先ほど作った曲面を選択してオフセットを実行してください。今回は値を 8mm に設定します。逆方向に面がオフセットされた場合はマイナス 8mm にしてください。続いてオフセットを埋めるをチェックします。これで曲面から厚みを持った立体が作成できました。このようにオフセットを使うことで1枚の面から厚みを持った形状を作ることができます。今回の箸置きではこの湾曲した形状をそのまま本体として利用します。続いて箸置きの底に足を追加します。まずキューブを追加してください。サイズはレングス 6mm、ミドス 18mm、ハイト 6mm。ここで箸置きの足が角張っているためフィレットで丸めます。フィレットを使うことで形状のエッジを丸くすることができます。キューブを選択した状態でフィレットアイコンをクリックしてください。面を選択をチェックしてキューブの底面を選択します。面を選択するとその面を囲むすべてのエッジに一括でフィレットがかかります。半径は 2.9mm とします。足のサイズが 6mm のため半径 3mm だと計算エラーになりやすく少し小さめの 2.9mm に設定しています。これで底が丸い足が1つできました。ではこれをコピー&ペーストしてもう一つ作ります。では片方の足を X 座標 19mm の位置に移動。もう片方の足を X 座標 -25mm の位置に移動します。
これで左右に2つの足が揃いました。ここまでで箸置きの本体と左右の足それぞれの形状ができました。これらを1つの形状にまとめます。それでは本体と2つの足を選択してブーリアンフユーズを実行します。これで箸置き全体が1つの形状としてまとまりました。では最後に全体の角をチャンファーを使って仕上げます。チャンファーは形状のエッジを削って面取りするための機能です。先ほどフユーズした形状を選択してチャンファーを実行します。面を選択をチェックして左右の面と上面をクリックします。半径は 1mm とします。形状全体に面取りが適用されました。これで箸置きが完成しました。曲面を使った本体に足を追加してフィレットで丸め、最後にチャンファーでエッジを仕上げています。続いて箸ケースを作ります。今度はシックネスを使ってみます。まずキューブを作成してください。サイズはレングス 20.4mm、 ウィドス 220mm、 ハイト 15.4mm です。このキューブの両側の面を開いて筒状の形状にします。片方の面を選択してもう片方の面を選択してシックネスアイコンをクリック。厚みは 1mm とします。値のプラスマイナスで外側に厚みをつけるか内側に削り込むように厚みをつけるかを切り替えられます。背景のようにキューブの両側が開いた筒状の形状になりました。これが箸ケースの外枠になります。シックネスは選んだ面を開いて残った形状に一定の厚みをつける機能です。このようにもともとは単純なキューブだった形状から薄肉のケースを作ることができます。続いてスライドする側のケースを作ります。もう一つキューブを作成してください。サイズはレングス 20mm、 ウィドス 220mm、 ハイト 15mm です。こちらは先ほどの外枠よりもわずかに小さいサイズになっています。ではこのキューブの上面を選択してシックネスを実行します。今回はマイナス 1mm にして内側に厚みを作ります。これで箱型の形状ができました。先ほど作った外枠と組み合わせてスライドさせて使うことができます。実際の 3D プリントではプリンターや材料によって必要なクリアランスが変わりますので、サイズが合わない場合は適宜微調整してください。これで箸ケースの形状も完成です。今回は箸置きと箸ケースを作りながらオフセット、シックネス、フィレット、チャンファー、この4つの機能を使いました。箸置きでは曲面をルールドサーフェイスで作り、オフセットで厚みをつけ、足を追加してフィレットで丸め、最後にチャンファーで仕上げました。箸ケースではシックネスを使ってキューブから薄肉のケースを作りました。パートワークベンチでは作った形状に対して必要な加工を積み重ねて最終的な形状に仕上げていきます。オフセットは形状をずらす、シックネスは厚みをつける、フィレットは角を丸める、チャンファーは面取りする。この4つの役割を覚えておくとどの加工を使えばいいか判断しやすくなります。ぜひいろいろな形状で試してみてください。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。